今回の横須賀ダンジョンは京急線追浜駅の周辺です。この辺り駅の近くということもあって、左手は昔ながらの赤ちょうちん、小さい店舗の飲み屋さんがずらっと向こうの方まで軒を連ねていますね。右手側は交通量の多い道路、国道16号線になります。左手の飲み屋街のすぐ後ろは線路になっていますね。本当に線路沿いの飲み屋さんという感じです。そして線路の向こうには小高い丘がそびえておりますな。コンクリート擁壁で斜面が固められていますが、丘というよりも崖ですね。この崖を登った上はもう横須賀市ではなくて横浜市になります。横浜市の金沢区になりますので、今日はこちら側横須賀市から丘の上横浜市にかけての段差のある住宅地を歩いてみようと思います。普段このチャンネルは横須賀市の山の上の細い路地とかをよく歩いて紹介しているんですけど、たまにこういう国道沿いを歩いても、山の上で目にするような裏ぶれた建物、建てられているものですね。左手にある建物、元飲み屋さんだったんですかね。かなり草が覆っております。で、今横浜市に入ったところなので、ちょっと上から周辺地理を確認してみましょう。線路沿いの崖の向こう側、斜面から平地にかけては住宅がたくさんありますね。右手側が横浜市、左手側が横須賀市です。で、横須賀市追浜駅から道沿いに歩いて5分ぐらいで先ほどの場所になります。さらに道をまっすぐ進むと横浜市の金沢区で、小学校の脇から丘を登って、横浜市の六浦東3丁目の住宅地に入ります。そこから谷を下ると今度は横須賀市の、高取2丁目になりますので、今日は横須賀市から横浜市、そしてまた横須賀市に戻ってくるという、ぐるっと U の字を書くように斜面の住宅地を歩いてみましょう。まずはこちら、線路の下をくぐるトンネルから丘の上を目指して歩いていこうと思います。トンネルをくぐったすぐ右手側に小学校がありますね。横浜市立瀬ヶ崎小学校という小学校ですけれども、こちらは小学校の裏門かな。門が設けられていて、学校の名前も刻まれていますが、多分こちら斜面と学校の間の裏門ですね。左手側はすぐに斜面の住宅地になっています。こちらの細い路地から丘の上まで続く道がありますので、こちら進んでいきましょう。プールとかありますなぁ。いいですね。こちらの瀬ヶ崎小学校は昭和30年開校ということで、比較的新しい小学校ですかね。戦後すぐの復興期に作られた小学校ということです。で、こちらの階段を上って、丘の上を目指しましょう。結構細い階段ですけれども、割と整備をされていますね。この辺り1960年代ぐらいかな。もうちょっと前かな。戦後すぐぐらいに住宅地として整備をされた住宅エリアだと思います。結構階段とかでしか入れない、入り組んだ住宅地ではありますけれども、それ以前は段々畑でしたね。戦後すぐ1945年の航空写真ではこの辺りは綺麗な段々畑になっていましたね。左右段々に宅地造成されて、大きな住宅が建てられています。左手側は空き地になっていますけど、この辺も多分畑だったんでしょうな、昔は。下の瀬ヶ崎小学校が1930年開校ですけれども、お隣八景にある六浦小学校から1930年に分離独立して開校したということですから、多分戦後の復興期、人口が増え始めた頃に小学校が作られて、この辺の住宅エリアもおそらくその時期に合わせて、整備されたんじゃないのかなというふうに思います。なかなか昭和の香りを感じる、古い平屋建てなんかもある、なかなか雰囲気のある階段ですね。
右手側結構草とか生えてますけど、以前はこちら側にも住宅があったのかな。戦後に作られた住宅エリアということですけれども、多分昭和の頃よりも今の方が住宅数は減ってるんじゃないでしょうかね。周辺に大きい山の上を切り崩して作られた広い大きな住宅区画がありますからね。こういった戦後すぐに開拓されたエリアとかはちょっと人が離れているかもしれないですね。右手側からはかなり草がせり出して階段を侵食していますな。ただ駅から徒歩5分ぐらいですからね、左手側ちょっとしたマンションじゃないな、アパートなんかもありますけれども、駅から近いということで住宅需要なんかもあるんでしょうな、この辺り。右手側結構斜面が岩肌が出てますね。おっぱまはよくこういう岩のむき出しの斜面がたくさんありますよね。で、頂上まで来ると丘の上にはスクーターがいくつか止められていますな。右手側には公園かな、これは。滑り台っぽいけど滑る台はついていない。ただ階段を上がるだけのカラフルな遊具がありますが、結構足元の草が長いですね。もしかしたら今は使われていない公園かもしれないです。で、正面の左下には横須賀の町が見えてきました。今こちらが横浜市六浦3丁目ですが、丘の下は横須賀市ですね。横須賀市の高取2丁目です。正面にはおっぱま小学校も見えていますね。なかなか、下の町が見下ろせる綺麗なスポットですが、こちらの丘の下は昔から住宅として使われていたエリアですね。おそらく近代以前から人が住んでいたんじゃないのかな。戦前にかけても住宅として今と似たような区画でもうすでに町の形が出来上がっていたと思います。で、正面おっぱま小学校の向こう側、ちょっととんがった山が見えるかと思いますが、あの辺、高取山でしょうかね。かなり、小学校と高取山の間ぐらいに、第一次用の住宅地が、整備をされているのがここからでもわかるかと思います。この道は右手に行くと住宅地ですが、正面はもう進めなくなってるのかな。左手にはおっぱまの高取の町を望めますね。なかなか残照で綺麗ですな。向こうの方には赤い看板が目印のおっぱま駅前の元西友だった建物ですかね。今もスーパーが入っているかと思いますが、大きな建物が見えております。じゃあここから右手に曲がって、六浦3丁目の街中をちょっと進んでいきましょう。この辺りも60年代の高度成長の頃に作られた住宅地だと思います。六浦のこの辺りの住宅地は山を大規模に切り崩して、宅地造成された場所多いんですけれども、その中でもこの周辺は宅地造成の走りだった場所じゃないでしょうかね。60年代のかなり早い時期に作られた住宅エリアだと思います。ただこの先、坂の上まで登っていくと、現在進行形で新規の住宅地も作られているようですけどね。今日のところは左手に曲がって横須賀方面に向かいます。市道につき車の進入禁止という張り紙があるので、ちょっと念のためポリゴンに置き換えてここの道進みましょうかね。はい。こちらの道を進んで、道を抜けると谷の下には高取の町が広がっております。なかなか急斜面の上から見る街並み綺麗ですね。よいしょ。いいですね。ここから先ほども綺麗でしたけどね、ここからも街の様子が一望できます。左手の斜面は冒頭の線路沿いの崖の反対側が今こちらから見えていますね。で、右手側にはおっぱま小学校の建物も見えております。こちらの階段を下って麓まで歩いていきましょう。右手には住宅地の案内がありますね。八景台団地。八景台団地っていうんですな、今の住宅地。ここから階段を上っていきますが、八景台団地と今書かれていた住宅エリアは1960年代までは
ただの山でしたけれども、今下っているこの道は戦前からずっと同じ場所に同じようにある階段坂道ですね。多分山に登っていく坂道で、昔山にあった畑とかに行くような道だったんじゃないのかなと思います。昔の人もこの坂道を下りながら遠くに見える高取山とか見ていたんじゃないんですかね。こちらの横須賀方面、高取の方が町としては歴史が古いかと思います。戦前からある町並み、ところどころ古い石垣とかが残っていますね。ただ坂の下、坂と平地の間ぐらいには結構アパートが建てられたりしていますね。左手側もアパートかな。結構集合住宅なども建てられているようですね。ただこちらの斜面側、左手側はかなり古くからの住宅が今でも残っていますね。左手側の上の方には工務店の看板がありますな。今井工務店。あれも横須賀市かな。多分この斜面一帯は横須賀市だと思いますけれどもね。で、麓の平屋の大きいお宅とかも昔の地図に同じ場所に住宅があるんで、多分、古くからずっとお住まいのお宅だと思うんですよね。この辺り、古くからの斜面の町なので、背の高い石垣がずらっと並んでおりますな、この辺り。この辺りから丘の一番下まで着きましたかね。この道を右手に行くと小浜小学校方面ですね。で、左手に行くと小浜駅の方になります。この下は川が流れてるのかな。かなり草がたくさん生えていますけれども、多分この下は川ですね。川が見えないな。こちらの左手側、小浜駅方面に向かって、左手高い、先ほどの冒頭の斜面の反対側の斜面もコンクリートで固められていますが、こちらの斜面と川の間のこちらの道を進んで、しばらく、歩いてみましょうかね。左手側は高い斜面に沿って住宅が建てられていますが、こちらは南向きかな。それほど日当たりが斜面で遮られることのない、そんなに日当たりの悪くない住宅地だと思いますね。右手側は川にたくさん橋が架けられていますな。一家に一台橋があるみたいな感じで、かなりたくさん橋がかかっていますね。古い橋、新しい橋がありますけれども、多分昔は川がコンクリートで整備される以前はもっと天然のもっと、草とかが生えた川沿いの住宅だったんじゃないでしょうかね。古い航空写真を見てもこの辺りは昔から住宅がたくさんあるので川沿いの住宅地だったと思います。この辺りは結構草がたくさん生えていますね。右手側は結構石垣も古そうな石垣が作られていますね。川の反対側には川の手前で途切れている道もあるので、もしかしたら昔はこの辺り橋がかかっていたのかもしれないですね。川の中になぜかマンホールがありますな。へえ、なんでしょうね。珍しいですけれども。右手側には古そうなトタンの塀が設けられていて、川に覆いかぶさるようにして柑橘の木が生えていて、なかなか風情があっていいもんだなと思います。はい、正面の方にはちょっと商店街っぽいものも見えてきましたかね。駅の近くまで戻ってきたかと思います。正面の丘の反対側が冒頭の線路沿いの斜面かと思いますので、ぐるっと一周してきた形で今日はこの辺りで、散策終了ということにしましょうかね。ということで、今回は小浜駅周辺、小浜の駅から横浜方面に向かって六浦東3丁目、あと高取の2丁目あたりを歩いてみましたがいかがだったでしょうか。
この辺りあんまり歩いたことなかったんですけれども、小浜駅の周辺、ね、小高い丘がいくつかあって、まだまだ歩いていない道があると思いますので、機会があったらまたぜひ散策してみようかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。